こんにちは、あやはれです。今日は平日の晩ご飯の作り置きをします。主菜5品と副菜3品をまとめて作ります。年が明けて通常の仕事や出版する本のレシピを考えたりしていると、あっという間に時が過ぎ、2023年初動画がまさかの2月終わりになってしまいました。更新がない間も温かいコメントをたくさんいただき、本当にありがとうございます。今年もマイペースな更新にはなりますが、ダイエット中の食事も楽しめる美味しいレシピをたくさん紹介していきたいと思っています。今年もどうぞよろしくお願いします。今日買ってきたのは冬キャベツ、大根、長芋などの冬の旬の食材と旬の魚、マダラ。美味しそうと思うレシピがあればぜひ一緒に作ってみてください。レシピを紹介する前に今日使う保存容器、保存袋を紹介します。主菜や副菜の作り置きにはジップロックの正方形コンテナ 700ml、 1食分の主菜やまとめて作った副菜を入れるのにちょうどいいサイズです。味噌汁3日分まとめて作る時に使った深めのコンテナ 1100ml、 汁物やかさばるおかずの時によく使っています。スタッシャーのシリコンバッグ M サイズ、1食分の主菜を入れてちょうどいい大きさです。洗って何度も繰り返し使えます。下味冷凍したりする時にもよく使っています。同じシリーズの S サイズ、L サイズ、M サイズが一番使い勝手のいいサイズですが、ちょっと食材余った時に S サイズを使ったり、大きめの野菜をまとめてカット冷凍する時に L サイズを使っています。刻みネギの冷凍保存にはセリアのザル付き保存容器。食品を入れる前に必ずアルコール除菌してから入れるようにしています。まずは野菜のカット作業をします。最初はキャベツです。キャベツは8分の1個分だけ残してすべて千切りにします。残す分はロールキャベツを作るので、大きい葉をそのまま残しておいてください。キャベツをきれいに洗って千切りします。かなりの量になるので大きめのボウルを用意しておいてください。次は人参です。1本は千切り、もう1本はいちょう切りにします。千切りした人参は副菜にするので、そのまま保存容器に入れておきます。いちょう切りした分は味噌汁の具にします。今回は3食分の味噌汁だけ今日作って、残りの具材は冷凍保存して週の半ばにまた味噌汁を作ろうと思っています。いちょう切りした人参の半分はボウルに入れて、残りは保存袋に入れて冷凍します。次は大根です。大根も味噌汁の具にしたいのでいちょう切りにします。1本丸々味噌汁の具にすると1週間以上の量になるので、2分の1本分ぐらいで十分です。4分の1本分はこの後味噌汁の具として調理するのでボウルへ、残りは人参と一緒に冷凍保存しておきます。次はぶなしめじです。石突きを落として小房に分けます。しいたけは石突きを落として傘と軸に分けスライスします。小ネギを小口切りします。
一旦半分にカットして端を揃えたら輪ゴムで固定。この方法をするとカットしやすくなります。ざる付きのタッパでまとめて冷凍保存します。大根の葉は今日作る味噌汁に入れることにしました。きれいに洗って細かく刻みます。大根の皮は細切りして干して切り干し大根にします。ざるにのせてできるだけ日当たりのいい場所に置いておきます。最後は長芋です。ピーラーで皮を剥きます。皮を剥いたら3分の1は短冊切りにします。残りはすりおろしてとろろにします。フードプロセッサーですりおろすのでざく切りにしておきます。これで野菜のカット作業完了です。冷凍ストックとして置いておく大根、しいたけ、人参、小ネギは冷凍庫にしまいます。まずはキャベツで副菜を作ります。千切りしたキャベツの3分の1の量だけ主菜のお好み焼き用に残しておいてください。千切りしたキャベツをざるに入れます。熱湯をたっぷり用意します。キャベツにまんべんなく熱湯をかけます。しっかり水切りをします。保存容器に移します。ごま油小さじ2、鶏ガラスープの素小さじ2、胡椒少々。しっかり混ぜ合わせます。完成です。冷蔵保存で3日以内に食べてください。食べるときはお皿に盛り付けるだけです。保存容器に入った千切りした人参を用意します。調味料を加えて味付けします。オリーブオイル小さじ2、酢小さじ2。少し甘みをつけたいので甜菜糖小さじ2分の1。胡椒少々。よく混ぜ合わせたら完成です。冷蔵保存で3日以内に食べてください。食べるときはお皿に盛り付けるだけ。小鍋に水 600ml、 顆粒和風だし小さじ 1.5 と具材を入れてひと煮立ちさせます。
火を止める前に大根の葉を加えます。火を止めたら味噌大さじ1を溶かし入れて完成です。深めの保存容器に入れて粗熱が取れたら冷蔵庫で保存します。3日以内に食べてください。食べるときはお椀に味噌汁をよそってレンジ600ワットで2分半加熱します。冷凍した大根、人参、椎茸は同じ要領で週半ばにまとめて作る予定です。保存袋にタラ1切れあたり大さじ1の塩麹を入れます。今回は2切れ買ってきたのでまとめて作ります。タラ2切れに塩麹大さじ2、揉み込んだら完成です。3日以内に食べる場合は冷蔵庫、それ以降に食べる場合は冷凍庫で保存します。食べるときはアルミホイルに乗せて焼くだけです。冷凍した場合は前日チルド室に入れて自然解凍するかレンジで解凍してから調理してください。表面が焦げやすいのでホイルで包んでまずは3分焼きます。あとはホイルを開いて両面焼き色がつくまで焼いたら完成です。塩麹漬けのタラ、副菜を添えます。玄米ご飯 100g、 夕食の完成です。すりおろした長芋の半分の量を使います。3日以内に食べる場合は冷蔵庫、それ以降に食べる場合は冷凍庫へ入れてください。1切れあたり塩麹大さじ1で下味をつけたタラを使います。食べるときはアルミホイルに乗せて焼きます。冷凍した場合は前日チルド室に入れて自然解凍するかレンジで解凍してから調理してください。表面が焦げやすいのでホイルで包んでまずは3分焼きます。とろろを冷凍した場合は前日チルド室に入れて自然解凍するかレンジで解凍してください。器に出してそのままでもいいですが少し味付けします。醤油小さじ1、みりん小さじ1、よく混ぜ合わせます。塩麹漬けのタラにとろろをたっぷり乗せてください。余った分は豆腐や玄米ご飯にかけるのがおすすめです。ボウルにキャベツを入れます。卵1個、長芋、顆粒和風だし小さじ1、片栗粉小さじ2、しっかり混ぜ合わせます。オリーブオイルを薄く引きます。フライパンに生地を流し入れます。生地の上に豚肉を広げて乗せます。中火で焼いていきます。3分ぐらい経ったら
フライパンを揺らしてみてください。生地が滑って動いたら一旦火を止めてひっくり返します。蓋をして弱火で5分蒸し焼きにします。粗熱を取ります。粗熱が取れたら保存袋に入れます。3日以内に食べる場合は冷蔵庫、それ以降に食べる場合は冷凍庫で保管してください。食べるときは冷蔵の場合はレンジ 600W で3分、冷凍の場合はレンジ 600W で6分加熱してください。最近ブームのポン酢マヨを作ります。ポン酢小さじ2、マヨネーズ大さじ1弱、よく混ぜ合わせます。鰹節、小ネギ、刻み海苔、完成です。今回はすべての具材を炒めて味付けするだけです。ごま油小さじ1、豚肉、軽く炒めたら長芋を追加します。焼き色がついたら全体混ぜ合わせます。ぶなしめじを加えます。醤油小さじ2、みりん小さじ2、甜菜糖小さじ1/2、ちょっと色味が欲しかったので小ネギを追加しました。保存容器に入れます。3日以内に食べる場合は冷蔵庫へ、それ以降に食べる場合は冷凍庫で保管してください。食べるときは冷蔵の場合はレンジ 600W で3分、冷凍の場合はレンジ 600W で5分半加熱してください。カットせずに置いておいたキャベツ、1枚ずつ剥がして水洗いします。水気を残したまま蓋をしてレンジ 600W で3分加熱します。フライパンの上でキャベツと豚こまを巻いていきます。キャベツの上に豚こまを乗せて、あとはくるくるっとロールキャベツっぽく巻くだけです。豚こまがなくなるまで繰り返します。余ったキャベツ、ぶなしめじは隙間に入れます。水 250cc、顆粒コンソメ小さじ1、ケチャップ大さじ1/2、よく混ぜ合わせます。フライパンに流し入れます。塩コショウ少々、蓋をし中火でひと煮立ちさせます。煮立ったら弱火にして5分蒸したら完成です。豚肉に火が通っていない場合は追加で数分加熱してください。保存容器に入れます。
3日以内に食べる場合は冷蔵庫、それ以降に食べる場合は冷凍庫で保管してください。食べるときは冷蔵の場合はレンジ 600W で4分、冷凍の場合はレンジ 600W で7分加熱してください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。年末にお伝えした本の出版について進捗を報告させてください。無事に本に掲載するレシピの作成がすべて完了し、編集者さんとレイアウトを相談したり、これも載せたい、あれも載せたいという私のわがままに柔軟に対応していただきながら内容を詰めています。皆さんからこれまでいただいたコメントを何度も見返して、もっともっと有益な本にするにはどうすればいいか毎日考えています。現段階での本の発売予定日は4月28日、Amazon 書店での本の予約開始は3月6日を予定しています。電子書籍版も出ますが、そちらの予約開始は4月中頃になるそうです。また確定で情報をお伝えできるようになったら順次報告させていただきます。以上、あやはれでした。